こんにちは。今回はミミックっぽい技術の紹介と AI 学習禁止が技術的にできるのか調査して試してみました。ミミックは自分のイラストを学習させるサービスでネットで話題になっていますね。同時に AI 学習禁止という話題も増えています。結論から言うと AI 学習禁止の実験はうまくいかなかったので、そういう考え方があるんだと聞き流してくれると嬉しいです。まず、ミミックのような技術のテクスチュアルインバージョンを紹介します。ステーブル、ディフュージョンに新しい単語と3枚から5枚の画像を学習させると、その単語で新しいスタイルや物体を描けるようになります。ライブでうまくやってくれる技術がテクスチュアルインバージョンです。テクスチュアルインバージョンで学習したデータをユーザーが投稿できるサイトがあります。ハギングフェイスというサイトのステーブル、ディフュージョン、コンセプト、ライブラリーという場所です。無料版コラボでも学習してアップロードできたので紹介します。今回、説明する内容は、1、SD、コンセプト、ライブラリーの使い方。2、SD、コンセプト、ライブラリーにアップロード。3、AI 学習禁止ができるかどうかの順番でやっていきます。では、1番目の使い方から説明します。このサイトへのリンクは貼っておきますね。まず、赤枠のリンクをクリックします。ユーザーがアップロードした学習データ、コンセプトで画像生成できるページに移動します。学習データはオブジェクトとスタイルの2種類があります。オブジェクトはそのキャラクターやものを描いてくれます。スタイルはその画風で画像を描いてくれます。例にあるプロンプトで画像生成してみます。キャット、トイという新しい単語がプロンプトで使えます。新しい単語を複数組み合わせることも可能です。欲しいデータが決まったら、その名前をクリックしてデータをダウンロードしに移動します。ここでステーブル、ディフュージョンの名前を確認します。ワイフ、ディフュージョンもあるので気をつけましょう。同じチェックポイントじゃないと変内になります。次に、赤枠をクリックしてファイル一覧を見ます。赤枠のランド、エンレッド、ビンをクリックします。ダウンロードをクリックしてダウンロードできます。このダウンロードしたデータは、オートマチック1111.3の WebUI で使用可能です。なので前回改造したコラボを使っていきます。リンクを貼っておきますね。あと、ランド、エンレッド、ビンの名前を、バーブ、スタイル、ビンに変更します。各調子を除いた名前がプロンプトで使える新しい単語になります。今見ているのはオートマチックさん WebUI の機能一覧を説明してあるページです。そこにUSADAペコラさんのデータがあるので、組み合わせて使ってみます。ここで、ネットで見つけた注意喚起なのですが、この学習データは ZIP ファイルで中に Kickel ファイルが入っています。Kickel ファイルは実行中のプログラムを固めたものです。知らない人からもらった学習データはローカル PC で動かさないようにしましょう。コラボのような仮想マシンや仮想環境なら環境ごと消せるので安心ですね。WebUI のコラボを操作していきます。学習データに合わせて、チェックポイントをステーブル、ディフュージョンに変更します。ランタイムのすべてのセルを実行をクリックします。このまま実行をクリックします。コンテンツ、ステーブル、ディフュージョン、WebUI、エンレッティングを右クリックします。アップロードをクリックします。コントロールキーを押しながら複数選択し、開くをクリックします。OK をクリックします。バーブ、スタイル、ビンとUSADA、ペコラ、TT が追加されましたね。はい、止まりましたが問題ありません。続きのセルを再生ボタンで実行します。こっちも。グレイディオ、APT で終わる URL を開きます。ユーザーネームとパスワードは最後のセルに書いてあるのと同じです。はい、ではどんどん生成しましょう。結構似てますね。違いますね。こういう VTuber もいるのでは。目が怖い。ここでバーブ、スタイルも加えてみます。羽毛のようにも見えなくないです。ペコラさんを外しました。鳥をキッチンペーパーに描いたような画風になりますね。また、ペコラさんを追加します。当たりですね。ちなみに、人の形が崩壊してる画像は飛ばしてます。リアルな画像なのでネガティブ、プロンプトでリアルを取り除きます。アニメになりました。当たりの確率が高くなりましたね。またバーブ、スタイルを追加しています。単語そのままでも良い画像ですが他と組み合わせるともっと良くなりますね。今更ですがアニメを描くならワイフ、ディフュージョンにすべきでした。ここからは3枚から5枚の画像を学習し、そのデータをこのサイトにアップロードする方法を紹介します。アップロードするにはライト権限のアクセストークンが必要です。ハギングフェイスのアカウントを作る方法は別の動画で説明したのでリンク貼っておきます。セッティングをクリック。アクセス、トークンをクリック。ミュー、トークンをクリック。ネームは適当に TI としました。ロールはライトを選択。ジェネレート
トークンをクリック。コピーマークで必要な場所に貼り付けましょう。その貼り付ける場所へ行きます。ステーブル、ディフュージョン、コンセプト、ライブラリーのページを開きます。下にスクロールして、トレーニング、コラボのリンクをクリックします。開いたコラボを下にスクロールしていきます。ここに先ほどのアクセストークンを貼り付けます。なお、アップロードしたくない場合はコラボから直接ダウンロードできるので貼らなくて大丈夫です。wife、ディフュージョンを使いたい場合、白麗、wife、ディフュージョンに書き換える必要があります。動画のようにコピーして赤枠の箇所に貼り付ける方法が間違いがないです。では、上から実行していきます。このまま実行をクリック。OK をクリック。トークンをコピペします。赤枠でコピーします。貼り付けて、ログインをクリックします。ここまで実行してからコードを修正します。学習する画像を URL からダウンロードする仕組みですが、コラボに直接アップロードして画像を読み込むようにします。URL は消します。こんな感じです。次に学習する画像をコラボにアップロードします。赤枠のあたりで右クリック。アップロードをクリック。学習したい画像を3枚から5枚選択します。多すぎても少なすぎてもダメとのことです。今回キツネさんのゆっくりで学習します。後から知ったのですが、このゆっくりは YouTube とニコニコ動画だけ使って良いという規約だったのでアップロードしたゆっくりは削除しました。アップロードしたファイルを右クリックします。パスをコピーをクリックします。動画のようにダブルクォーテーションの間にパスを貼り付けます。その行をコピペして画像4枚分のパスに修正します。画像の名前は短めにすると簡単に修正できますね。実行します。問題がなければチェックマークがつきます。次のセルもコードの修正が必要です。カーソルで選択した行はいらないので削除します。カーソルで選択した範囲はいらないので削除し、代わりに URL と書きます。実行します。問題がなければアップロードした画像が表示されます。次にゆっくりをどう学習するか決めます。スタイルで画風を学習させることにします。プロンプトで使う新しい単語を決めます。ゆっくりにしました。次に既存のプロンプトで一つの単語で表すなら何に似ているかを書きます。肖像画のポートレートとしました。そのポートレートを基準に学習するようです。ここを実行すると学習が始まります。3時間もかかります。なので無料版コラボの人は3時間後に戻ってこられるように気をつけましょう。その下のセルはどんな名前でアップロードするのかです。例えばゆっくり、スタイルなどがわかりやすいですね。ちなみに学習データはプライベートでアップロードされますが、投稿者同士ならプライベートでもダウンロードできるという謎仕様です。あらかじめアップロードのセルを実行しておけば3時間後に戻ってくる必要がなくなります。それで、3時間後を録画してなかったので再現してみました。コンテンツ、SD、コンセプト、アウトプット、ランド、ペンレット、インが学習データです。右クリックでダウンロードしましょう。残りのセルはエラーが出て実行できませんでした。しかし学習データは手に入ったので問題ありません。無料版コラボの人はメニューのランタイムからセッションの管理、終了でセッションを終了しましょう。3時間も連続で使うと制限が入るので、続きは次の日になります。アップロードしたコンセプトは SD、コンセプト、ライブラリーに登録されています。ゆっくりは削除してしまったのでバーブ、スタイルで説明します。セッティングをクリック。赤枠のボタンでプライベートとパブリックの切り替えができます。下にスクロールし、SD、コンセプト、ライブラリー、コンセプトの名前を入力し、その下のボタンで削除できます。新しくゆっくり、瓶を追加し初期値でガチャします。いいですね。これもいいです。これもいい。半分ぐらいの確率で見られる顔です。半分カットしました。次は、イメージトゥイメージで頭だけの絵をゆっくりスタイルにします。ゆっくりっぽいですね。イメージトゥイメージと組み合わせると実用的ですね。はい、ここから AI 学習禁止ができるか考えていきます。2021年のツイートでは、リンゴにピザの付箋を貼ると AI がピザだと認識しています。AI を騙す画像を敵対的サンプルと言います。ここで使われている OpenAI のクリップはステーブル、ディフュージョンの内部でも使われています。Apple に iPod と書くのが一番効果的だったそうです。なので、ゆっくりのフェイスにオキュラスと書いたらオキュラスになるのではという素人考えです。結果は失敗でゆっくりの画風を学習しています。そもそもクリップの付箋を認識する問題は OpenAI が翌日に修正していました。いろいろ考えたのですがクリップの問題がなくても実験はうまくいかなかったと思います。
ゆっくりの画像を学習するときに人間が見てポートレートと正しい情報を教えたわけですからオキュラスになるとは考えにくいです。それと学習するときにクリップが使われたのかも分かっていません。技術的に難しそうなら仕組みに頼った方がいいですよね。ミミックのページにクリエイターに利益を還元する機能が予定されています。YouTuber ではないですが、使ってもらうことで収益が入るシステムは夢がありますね。はい、終わりにします。ここまで見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録といいねボタンお願いします。またね。